怪我の巧妙。そうなんですよ。こっちが半年使えなかったことでひたすらこっちやってたんで、もともと左あんまり得意なイメージなかったんですけど、威力も上がってなんか怪我の巧妙があったんで、今回もなんかちょっとそれを目指してみたいなことで、今それでこっちだけこうやってここで回し蹴りを蹴って、こっちはまあ普通にこっちで。おかげさまでもうその試合後はもう完全にこっちの手が使えなくなったんで、ひたすら左の練習してたら翌年初めて左のパンチで一本勝ちとかできて、なんか怪我の巧妙があったんで、今回もなんかちょっとそれを目指してみたいな。思います皆さんそんな風に。いやでもじゃあこうなっちゃったじゃないですか、何するんですか。そしたらその右で乗せてく。そうなんですよ。だから今こっちを使わない身体操作にはまってるというか、研究にはまってるんですけど、もう3ヶ月目ですよね。そうなんですよ。でまあちょっとずつここで切って蹴るとか。組手もやってるんですか。ちなみに組手は今全くやってないんですよ。そうなんですよ。さばけないですもんね。そうなんですよ。でこの間も見本見せようと思って中学生のパンチとかを受け返しでっつってパーンってさばいた瞬間にはっって。いやそうそう、これめっちゃ痛いですよね。めっちゃ痛い。絶対ダメです。だってここがこういう動きするからそんなめっちゃ痛いんですよ。でこうはうってなって、あっとちょっと待ってでなっていう感じで指導中にはうってなっちゃうんで、だったらこっちだけですよね。右だけ。そうそう。で左でさばいて返そうと思ったらさばいた瞬間はうってなって、でちょっとまだ組み手できんなと思って、ちょっとしばらくできなかったです。そうなんですよね。すいません。はい、変に期待させちゃうよりは、ちょっと長いぐらい、言い方悪いですけど長いぐらいといて短かったらラッキーぐらい持ってます。なんでまあこれを使わずに何ができるかみたいなこと今ハマってるんですけど、まあでも空手って僕マジで特殊だと思ってて、6試合とかあるじゃないですか。そうですね。で長い多い時は1日で5試合とか。そうですね。でまあ長いのだと2日で6試合7試合とかあるじゃないですか。だからそもそも万全で上がれないじゃないですか。まあそうですね。素手素足の競技なんで、ってなったらこの状況十分考えられるじゃないですか。試合だったら、ってなったら確かにそういう覚えるかみたいな、なんか思考になっちゃうの分かるんですよね。なんか他の競技だったらちゃんと直してからやろうとかってなると思うんですよ。なんかでもこうさっきも言われてたと思うんですけど、怪我しなかったら多分その思考が出てこないんですよ。なんか怪我したからこそできる思考というか、昔手首言われた時そうだったんですけど、左のパンチがやっぱり絶対効くのは間違いないし、左のパンチ自分が苦手だっての分かってるし、左のパンチの練習はしようと思ってるんですよ。したいと思ってる練習はするんですけど、組み手で結局やりだすと結局こっちみたいな、いけちゃうのがこっちだからどうですよねってなってたのが、怪我するともう使いようがないんで、こっちしか使えないから、じゃあこっちでどうしようっていう思考がもうフル回転したんで、結局それでその後やっぱ左で倒せる試合とかやっぱ出てきたんで、やっぱどっちもどうしたらいい決まってますもんね。もっと言ったらこうってことですよね。で足もあれば膝もあってとか。いやすごいですね。ちなみにどのぐらい練習したんですか、このパンチ。パンチはコラボしてからの間結構最初はライトスパーとかで組み手でポン使って当たるなみたいな、めっちゃ当たるやんと思って、で何人かに試したけどやっぱ当たるなと思って、これはいいなと思って、でミットで最初やりだしたんですけど、やっぱ当たるけど倒せる威力がちょっと出ないなと思って、乗らないと。でミットでこうやったらもっと威力出るかなってちょっとミット持って何回かやってて、ちょっとずつ威力出てきたなと思って、でじゃあ練習じゃあ今ミット次の練習の時にミットもちょっと打てるようにって一人で練習して、でそれこそそれ始めてどうなんだろう、でもガチ練習フルマックスで打ったの1回だけ、その1回だけ。そうなんですよね。それで壊れちゃったんで、じゃあ1分の1で100% ですね今のところ。でも普通にこうやって振る分には多分大丈夫なんですよね。このバーンっていうのが威力とか出てこなければそんな痛めることないんですけど、しかも多分その感じだと要はハンマー振ってるみたいな感じじゃないですか。重しを持って、そうですね。だから中心から回しはするんです。でもここと遠心力って同時に使ってるじゃないですか。だから止まんないですよね。止まんないです。余計にミットがあればバーンって止まるんですけど、
そうですね、こっちがそのまま脇の下抜けてそっちの方でスポーンって触れちゃうんで、いやでもさ、いやだから脇の下になって大胸筋と上腕骨でぶつかってそこからテコになるって、マジで意味わかんないですよ本当に一応ゴルファーが鎖骨と肋骨で、疲労骨折することあるんですよ、この回線で。当たってっていうのはあるんですよ。でもそれは可動域の問題とか、構造上の問題で、確かに鎖骨も結構動くんで、この手出したり10度とか動いたりとか数センチ動くんで、確かにぶつかるんでそれは理解できるっていうのはあるんですけど、これはちょっと常識の範囲を超えてるっすそんなことする人いないですよ多分だってこれで効かせようだってちょっと小木さんこれつきます？こうやってここにいてつかないですよね。つかないです。こんなもんです。手伸ばしてください。ぐーっと肘伸ばせます。こっち。そっちだけです。あとやっぱ緩い人もいるんですよ、関節が。そうですね、ぐにゃっていく人もいますね。そう、今2箇所見てないんで、今本当は7箇所見なきゃいけないんですけど、でもないんですよ。だから緩くはないと思うんですよ。緩い人だったら僕緩いんですよ。だからグニョンっていくんですよ。なんで怖いのはあるんですけど、がない筋骨隆々の人がそうなるのはやっぱえぐいここに乗った本当遠心力の乗ったと思うんですね。じゃなかったら振られないんで。だからそれが走るようになったっていうなんかすごいいい感じだなと思ったらボギーってなっちゃったいやいい感じでしょうねって思います。こんだけなるんでいや本当にこれ当てれるようになったらいいなっていう感じ。でも何でもそうですけど、練習ってそういう時練習だ怪我ってそういう時しますよね。新しいこと練習してとか。そうですね、間違いないです。そうですね、引退してからそうですよね。僕が何かしら怪我する時って大体コラボで新しいことを知ってなんか新しいことをやる時に自爆したりとか。いやでもそうですよね。要はそこの動作学習ができてないんで、ってなるとどう動かすかってコントロールが入るじゃないですか。多分コーゲスさんの組手とかってコントロールとかじゃなくて、いかにそう動くようになるかみたいな、結果そうなってるみたいなっていうことがすごい多いと思うんですよ、理論も。いや強いパンチを打とうとするんじゃなくて、いやこうやって動いたら強いパンチ打てるよね、だからこうやってやったら膝蹴り刺さるよ、膝蹴りもめっちゃ種類あったじゃないですか。でも全部結果そういう打ち方になるよっていう指導だったり理論だったりじゃないですか。でこれ一番体に負担がないし、なおかつパフォーマンス高いと思うんですよ。でも練習ってそうじゃないじゃないですか。そうですね。それを導くために無理やりなんかこっちの角度こうしてみようとか、そうですよ、研究するんで、そうですよね、こう動かしてみようとかってなると無理やりのコントロールが入ってくるんで、やっぱそうなるとやっぱ怪我するっすよね。なるほどですね。いやしょうがないですよ、それやんないと動作学習していかないんで。ただ多分内弟子時代からもそうだと思うんですけど、量がえぐいんだと思うんですよね多分。確かに。だってちなみにどれぐらいやってたんですか、そう一番やる時これ。でもあれですけどね、別に最初ミットやってる時は普通に何分もできるし、サンドバッグと軽く合わせる時は別に何分でもできるんですけど、でも結局これで合わせ始めて威力が出だしたのはでも10分15分ぐらいで威力は感覚が良くなってきて、もうちょっとこうすると触れるなとか、どう身長反射をここに乗せようかみたいなことをやってたんで、そこ感覚自体は別にもともとある感覚をこっちにどう生かすかって感じだったんで、そうですね、そんなに。でもめっちゃ早いですね。めっちゃ、いやでもできることがあるからすぐそうなる、なんか応用みたいな感じで。いやすげえ。逆にここで切る練習の方が時間かかってます。この連動切れないんですよ。普通切れないと思います。最初すっげえ考えてここまでだったら腰痛くならないですか？腰は反らすひねらないというか、ここで胸止めてなんかなんすかね、ってなるイメージなんですなんですかね、前蹴りは前まではこっち切ったりとか回し蹴りとかもこう引っ張って蹴ってたんで、極端に言うともうこう引っ張っちゃってここでこう蹴ると当然こっち使えるじゃないですか。なんででもこれできないんで。ここの中でこうする感じです。で、要は前まではこうやってたやつを、ここなんていうの、ここを伸ばしてこれで蹴ったりとかここで蹴ったりすると
なんですかね、わざわざこんなことしなくても、要はここでこうやってたものを、ここまでですねみたいな。はいはい、わかります。ここで今それでこっちだけこうやってここで回し切りを蹴って、こっちはまあ普通にこっちで蹴って、こっちはここで切ってみたいなイメージでやってて。ちょっともう一回右左見ていいですか。はい、どっちからでも。はい、これで左はいつも通りでいいです。いつも通りがいいです。右だとこれができないんで、こっちで蹴って、左はこっちで蹴るんですか。そう今こっちが触れないんで、はい、いや全然あれですけど、でもすごいな。こっちで蹴ります。なんかあれですね、左の方がやっぱ威力は出ると思うんですけど、なんか右の方が点で入ってきそうな感じがするっすね。なるほどですね。小さくはなりますね、動きが。ここからやっぱ大り少ないし、いやでもすごいな。今こんなことをやってます。いや普通ではない。普通ではないし、本当にあれですね、持ってかれないですね、上は。そうですね、今は持ってかれたら痛いし。そうですよ、痛いからこうセンサーになってるんです。持っていかない。だから最初でもこれですぐ蹴ろうとするとどうしても持っていっちゃってたんで、こうみんなの最初前蹴りとか回し蹴りのペースに合わせようとして、こうパンパンってやったり、しまったとかやってたんで、痛くならないようにこう最初前蹴りとかもちょっとここでこうやってやればまあ普通に蹴れるんですけど、これもこっちを動かしちゃうと痛いからって最初始めてんで、ここで蹴るってやるとそうですね、こっちだけで蹴るとこういう蹴りになっちゃうんで、こっち使うと弾けるんで、って感じで今ちょっとずつで少しずつこれで連続蹴りとかを蹴れたらいいなみたいな。どうしてもこっちパンパンってやろうとするとどうしてもこっちが反応しちゃって、やっぱこれやろうとするとってなっちゃうんで、もう今連続蹴りとかはもうこのぐらいでしかできないんで、それ連続蹴りになるとここの連動がうまくできないんですよね、まだ。連続蹴りいけんですね。それでいけるっていうようになりそうですか。そうですね、その連続蹴りはちょっとでもやっぱ厳しいなっていうのがあって、でもローキックとかはもうこっちを完全に捨てて体重移動とこれだけで今蹴ってて、こっちはもう普通に蹴ってます。なるほど。もう本当最近ミッド練習始めた。なんかめちゃくちゃコンパクトで同じ重さが出るようになってそうですね、治った時に。そうできればそれがいいなって思うんですよね。なんか言い方あれですけど、無駄な力っていうのがどんどん削ぎ落とされてって、それができれば理想だなっていう。いやできてると思うんですよ。その時にはちょっとまた怪我の功名って言うかもしれないですけど、言えるように頑張ろうかなと。すごい。なんかちなみにこちらの補償動作でなんかこう他に悪さが出そうな場所ってあったりします？いやでも、正直だから今のことできちゃうじゃないですか、ってなってると大丈夫かなって思います。ただ止めるじゃないですか、止めるとこが要は一番負担かかるんで、そこの辺のケアはしてあげてほしいです。なるほど。要は何でもそうなんですけど、曲げていただいて伸ばすってなったら、曲げて伸ばすの大体一番遠くここになるんですよ。でちょっと曲げてみてもらっていいですか、肘ってなったらここ来るじゃないですか。それが今ちょっと無理やり変えますね、僕がこういう状態になってるんですよ。わかりますよね。でこれで曲げてくださいってやったら上じゃなくてここ来るじゃないですか。ってなったらやっぱ止めている場所で要は負担、なんですかね、要はこのグッっていうのが、これ液栓っていう力なんですけど、一番入る液栓がここ入ってきちゃうので、そこだけ気をつけてほしいかなって。だから何かなんていうんですかね、動きが悪くなるどうこうっていうのは今このぐらい小木さんぐらい動きたら別にそんな気にしなくて僕はいいと思ってて、っていうよりは止める場所の負担ってやっぱ大きいんで、ちょっとやりすぎ注意。そうです。だし実際止める場所ではない。そうですよね。それ間違いないですね。そうですね、構造上の流れ道のはずなんで、そこで止めちゃってるってことは、その止めることによる負担はしっかり取っといた方が
多分ハマったらずっとやると思うんでやっちゃうな、やっちゃうな、そうですね、こうじゃないなとか言いながらやるじゃないですか絶対ってなると思うんで、だったらそうこの負担をなるべく、なるほどです。ちょっと一応でも見るだけ見ましょうか、なんか起きてるか。背中向けていただいて僕に、で足閉じます。足閉じます。はい、はい、で前屈してみてほしいです、いけるところまで。これ前屈が手が今いや全然右手しか降りないですけど、全然いいですよ、全然いいです。戻します。今度後ろに倒してほしいです。後ろは全然いかないです。戻します。でも多少あるな。今度右へ振り返ってください。逆お願いします。もう一回右お願いします。左お願いします。OK です。しょうがないんですよ、肩上がんなくなるんで、やっぱここ硬いなって感じ。ああ、なるほどですね。どうしても出ちゃいます。右手上げてみてもらっていいですか。こっち。そうです。上がるじゃないですか。戻します。要は左上がんないんで、ここまでしか使ってないじゃないですか。そうですね。だからこう硬くなるんですよ。これでちょっと万歳してみてほしいです。こっち。はい。ってなると分かりますか。なるほどですね。っていうのが生まれるんで、だから今どんな動き見ててもここ突っかかるなって感じなんですよ。なるほどですね。なんで動かし方注意っていうよりは、こういったところのお尻のケアちゃんとしてあげてほしいって感じ。なるほどですね。はい。そうするとここはマッサージとかストレッチとか本当はこういうのなんですよ。でも無理じゃないですか。できないんですよね今。なんであれマッサージガンとか持ったりします？マッサージガンは一応あります。そういうのとか、あとはストレッチポールとかでゴロゴロしてあげるとかで、コロコロしてると痛い場所あると思うんですよ、何箇所か。だからそのところで止まってあげてそれ呼吸するとかっていうのでやってあげれると、側屈のこれが多分めっちゃ突っかかると思うんですよ。だから左に倒した時の方がいって、逆の時が多分なるほどですね。わかります？っていうのが引っ張れない、生まれちゃうっていう方のせいで。なるほど。っていうのがまだ全然引っ張れる、なんか引っ張る前に止まってる感じがするな。そう今動かさないんで、要は100あるものが今40、50しか使えてないからっていうところぐらいかなって思います。わかりました。だからその伸びないところで変な話無理やり止めちゃうと、だから二次災害が起きてくるのだけは気をつけた方がいいかなって思うぐらいです。でもめっちゃ綺麗に普通止められないんだよな、そもそも。そんなもんなんですかね。いやだって人に説明しろって言われたらちょっと困る。分からないですよね。分かんないですよね。だって普通だったらこう伸ばした方が楽だからいっちゃうんですよ。それをここで止めてるわけじゃないですか。それって伸びるものと縮まるもの両方掴んで、本当は伸びていくのにでも縮ませようとするじゃないですか。だからこれ一番きついんで、だからそこだけ。人に教えようと思っても普段ここからこう中を通ってどう使ってるかって分かんない人には伝えようがないんですよね。難しいですよね。その力のベクトルが分かってくるとめっちゃいいと思うんですよね。いやこんなに大丈夫ですか？そう大丈夫です。すみません、うわいろいろ喋れるですね。でも身体操作系は大好きです。僕もいやでも本当変態だな。ちょっとやばいなって思ったらみんないいねしてください。お客さんがやばいと思ったら本当に僕はだいぶやばいと思ってます。それはどういう褒め言葉です。変態。そっちですか？変態だし、いや痛みも強いよな。いや痛いの嫌いって言ったじゃないですか。嫌いです。いや耐えれないんですよ、ここまで。だってめっちゃ痛いですよ。痛いですね。YouTube のライトにちょっと喋ってますけど、絶対めっちゃ痛いですから。僕クライアントいたらめっちゃ困るタイプ。絶対やるから絶対やるから。いいんですけど、ありがとうございます。今テレビでガンガンやってるワールドカップパンツドランカーの温床です。これ恐ろしいのはですね、僕ら生きてる間にあなた CT ですって誰も診断ができない。奥さんを殺害、次の日に自分の息子を殺します。彼の脳はその後司法解剖されまして、おそらくはパンツドランカーの影響は。じゃあ締めますか。このままでいいですか？僕は何でも大丈夫です。じゃああれかな、
何本分になるんだろうっていうか、なんか喋ってるからだいぶ切らない感じがするんですけど、だっていやマジで多分1時間ぐらい喋ってるんですよ。おお、そうそう、大丈夫ですかこんな喋って。全然大丈夫です。加工させていきます。ありがとうございます。はい、うまく顔今ようにそっちですか。お願いします。じゃあちょっと家具締めでおす。はい。今日も最後に YouTube を見ていただきありがとうございます。そういえば佐々木さん、僕スパッツいただいてるんですけど、なんかいろいろありますよね。いろいろあります。僕は前はソックスは足がでかすぎて入らなかったんですけど、一番最初ですよね。そうですそうです。30まで今あるんですよ。あ、マジですか。はい。ちょっと後で出しますね。あるんで。はい。あとそうこれはライトって言って薄いやつ。はい。僕は普通のやつをいただきます。あと今日ガチ持ってきてるんで、あと帰りお渡しします。ありがとうございます。多分持ってきてるとね、ちょっとなかったら送ります。ありがとうございます。なんか開発もされてますもんね。いろいろ、はい、今年は月に1回新しい商品出て。あ、マジですか。はい。この間のなんかYouTube かなんかでサンダル。サンダル作りたいんですよ。ちょっとかかるって言ってましたね。いや、かかるっす。高くなりそう。ああ、なるほどですね。はい。いや、サンダル作りたいです。履くものは結構。スパイクはもう出るんで、12月に。はい。なんで、その形は、なんていうんですか、ラスト、なんか、ものづくりの人みたいになるんですけど、ラストって言って、まず足の形ちゃんと作るんですよ。で、それに当てはめて、いろいろ靴とかってできるんですけど、そのラストはあるんで。でその形に作ればちゃんと骨が乗るっていうところまでは作れたんですよ。だからスパイクで形にはなってるんですけども、なんでそれをうまく靴とかリカバリーサンダル系とかに持ってきたいなっていう。なんでも物になんですか、沈み方とかによっては崩れちゃったりとかするんで、だからどういう材質をどこに使ったとかっていうのをちょっとこだわっていかないと結局微妙なものになっちゃうんで。そう、なんか履くものって中途半端にやると体が絶対壊れるんですか。毎日履くものなんで、そうなんかそれこそとかポンポンって履けるようなもので歩いてると、いや、そうなんです。だから絶対かかとは必要なんですよね。だからサンダルでも僕はかかとは作りたくてっていうところで、どうやったら面倒くさくなくかかとをつけれてとか、わざわざ取って外してってやっぱやらないと思うんで、なるべく楽に機能性を出せるような。なるほど。そこは交互期待という。はい。できたらまた喋りましょう。ぜひぜひちょっと僕これこだわりましたって。はい。ぜひお願いします。お願いします。体感させてもらいたい。ありがとうございます。はい。入るように作りますんで。はい。うわ、足のでかさっていうよりなんかこれがでかいですね。いや、そう、足って足長足腹足位なんですよ。足長は別にみんな同じぐらいなんですよ。言うて30なんですよ。バスケとかじゃないと。足腹足位なんですよ。引っかかるんですよね。纐纈さん、習志野先生、西山先生、ここビッグフットです。ビッグフットたちです。そう、靴がないと困るんですよ。いや本当に、いやそうなんですよ。パンパンですよね、靴。そうなんですよ。だからスニーカーとか履くとなんか上だけなんか紐がすんごい離れちゃって、違うデザインの靴にしか見えないっていう。だからこうじゃないですもんね。そうです。ここですもんね。そうなんですよね。だから上から見たら紐だけみたいな。だからこれ一般の人が分かんないパンパンの感覚ですよ。普通はつま先がとか言うんですけど、つま先が開いちゃうんですよね。横に合わせると。だからマジでちょっとおす。その辺の動画概要欄にちょっとその辺をありがとうございます。載せさせていただきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。いっぱい概要欄見てください。じゃあおっす。最後は YouTube を見ていただきありがとうございます。僕のチャンネルは毎週金曜18時に見れば誰でも強くなれる動画を公開していますので、チャンネルの内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して、これからも空手加工機さんの YouTube 動画で一応に強くなりましょう。おっす。じゃあありがとうございました。今回はですね、パンチの威力を上げる合わせの稽古ですね。実際に右のパンチ、左のパンチ、今度はワンツーだったり、それをつないでいくっていう練習をしていくので、ぜひ皆さんですね、この動画と一緒に前で一緒にやっていただければと思います。ではスタイルによって構えは変わってくるんですが、僕みたいにパンチを